おはようございます。ケンです。今日はゴールデンウィーク企画の最後に僕自身の2025年後半に向けてテスラがどのような未来を歩んでいくのか、そして株価はどう動いていくのかについて整理してお話をしていきたいと思います。あくまで僕自身の見解なので、その点だけはご了承ください。4月から6月にかけてテスラは着実に次の成長フェーズに向けた準備を進めていくと思います。ロボタクシー、新車種、エネルギー事業、オプティマス、FSD、インド市場、これらすべてが動き始めることで、テスラは単なる EV メーカーからテクノロジーとロボティクス、エネルギーの企業へと大きく変貌しようとしています。今日は2025年の後半に起きるかもしれないテスラの6つの大きな展開をできるだけわかりやすく整理していきます。この動画をご視聴してもらえれば、これからのテスラがどこに向かおうとしているのか、きっとイメージできるんじゃないかなと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速本編に入っていきましょう。最初に紹介するのは、ロボタクシーの本格商用化のフェーズに突入というところです。テスラは現在、まずは現行のモデル Y を使ったロボタクシーサービスのスタートを準備しています。初期段階では、ドライバーが乗った状態での運行となりますが、これは完全自動運転への重要な第一歩になります。そして2025年の後半には、ついにステアリングもペダルもない専用設計のサイバーキャブの生産が開始され、テスト運行が始まるのではないかと期待されています。ロボタクシーが実際に稼働し始めれば、テスラにとって新たな収益源となるだけではなく、完全自動運転技術におけるリーダーシップを世界に示すことにもつながります。ここから先、どこまで早く無人運転に近づけるのか、これが大きな注目ポイントになりそうです。次に紹介するのは、新車種の予約開始とそこからの納車スタートについてです。テスラは2025年前半に低価格帯の新型車種を発表する予定となっています。この新車種が発表されれば、すぐに予約受付が始まり、年後半にはいよいよ納車がスタートするっていう可能性も出てくると思います。もしこの納車っていうのが順調に進めば、2025年の第4四半期、つまり Q4 の納車台数に直接影響を与えることになるかもしれません。そしてこの低価格帯のモデルは2026年に入ってから本格的に販売台数を伸ばし、テスラの成長をさらに加速させる原動力になると考えられます。新車種の成功っていうのは単に販売台数を増やすだけではなく、より幅広い層のユーザーをテスラの世界に引き込むきっかけにもなってきます。この流れがどう進んでいくのか非常に楽しみなポイントです。次はエネルギー事業の本格拡大についてです。テスラはエネルギー部門でも大きな動きを見せています。現在中国のメガバック工場が稼働開始しましたが、さらにアメリカのテキサスでも新たなメガバックの工場建設っていうのが予定されています。去年作られた上海のメガファクトリーの例では、建設開始からわずか1年ほどで稼働を開始しました。この流れを考えると、テキサスの新工場も2026年の前半には完成し、エネルギー事業の供給力がさらに拡大する可能性が高いと予想されます。エネルギー分野は今後の成長領域として非常に重要であり、メガパックの大量供給体制が整えば、テスラのビジネスモデルはさらに強固なものになります。この新工場の進捗にも注目していきたいところとなっています。次に紹介するのはオプティマス、つまりテスラの人型ロボットに関する動きです。テスラは2025年中に数千体規模のオプティマスの生産を目指すとしています。この流れの中で2025年の第3四半期、つまり Q3 あたりから工場内で実際に働くオプティマスが登場するんじゃないかなと期待しています。もしオプティマスが工場内で業務を担うようになっていけば、そのインパクトは非常に大きなものになります。単なる未来のコンセプトではなく、現実に稼働する姿を見せることで、テスラがロボティクスの分野でも本気で勝負していることが世界中に伝わるでしょう。さらに年末にかけて数千体規模での生産規模が現実味を帯びてくれば、企業価値への評価も大きく変わっていく可能性があります。去年の後半につけた株価450ドルを超え、
$500台への到達も視野に入っていくんじゃないかなと思います。オプティマスの本格運用っていうのはテスラの未来を大きく変えるキーポイントになってくると思います。そして2026年ぐらいから他の企業とかでもテスト導入っていうのが進めばいいなと思っています。個人的には車の場合は好きなメーカーだったり電気自動車に関しても賛否両論があったりすると思いますが、エネルギーっていう分野とロボットっていう分野に関してはそういったのがないと思います。オプティマスに関しても、例えば企業で危険な作業などをしてくれるようなところで、オプティマスが仕事をしてくれるようになって置き換わっていくと思いますし、人型ロボット市場っていうのは、これからとても大きくなってくると思いますので、そこでテスラがリーダーシップを取れれば、市場価値はかなり大きくなっていくんではないかなと思います。次は FSD 完全自動運転機能の進化と、世界各国への展開についてです。これまで FSD は主にアメリカ市場で拡大してきましたが、2025年の後半に向けてさらに多くの国や地域でテスト走行が始まると見られています。特にヨーロッパ諸国や中国本土、そしてサウジアラビアでの展開にも期待が高まっています。サウジアラビアではテスラ車両の販売が本格的に始まったというニュースもあり、ここから FSD の展開が広がっていく可能性があります。新興市場での展開が順調に進めば、完全自動運転の普及に向けた流れがさらに加速していくと思います。FSD の成功っていうのは、単なる技術革新にとどまらず、テスラの収益モデルやサービス戦略全体を根本から変える可能性を秘めています。今後の展開に引き続き注目していきましょう。そしていつ監視付き、これが外れるのか、ここも大きなポイントになってくると思います。最後に紹介するのは、インド市場へのテスラの進出についてです。テスラは2025年の後半に向けて、インド市場での販売を本格化させると見られています。すでにインドでの車両販売開始に向けた動きが進んでいて、今後現地工場建設に関する正式な発表っていうのも行われる可能性もあります。もしインド国内で工場の建設っていうのが決定すれば、テスラにとって、そしてアジア市場での大きな成長エンジンになっていくと思います。さらに車両の工場だけではなく、エネルギー分野においてもメガパックのメガファクトリーの建設の計画っていうのが浮上すれば、インド市場全体でのテスラの存在感っていうのは一気に高まるんじゃないかなと思っていますので、僕個人としてはインド国内で車両を作るギガファクトリーだけではなく、メガファクトリーっていうのも作っていくっていうのがあればいいなと思っていますけれど、皆さんどう思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。インドはこれから急速に成長する巨大なマーケットです。ここでの展開次第ではテスラの長期成長シナリオに強力な追い風となるかもしれません。はい。ということで、ここまで2025年の後半に向けてテスラに起きるかもしれない6つの大きな動きについて整理してきました。ロボタクシーの本格運行、新車種の発表と納車開始、エネルギー事業の拡大、オプティマスの実運用、FSD の世界展開、そしてインド市場への進出、どれもテスラにとって次の成長フェーズへ進むために欠かせない重要な動きばかりです。もちろんこれらの全てが予定通りに進むとは限りませんが、これだけ多くの成長ドライバーを同時に抱えている企業は世界を見渡してもそう多くはないんじゃないかなと思います。2025年の後半はテスラが単なる EV メーカーからエネルギー、テクノロジー、ロボティクス企業へと進化していく過程をリアルタイムで体感できる非常に面白い時期になると思います。今後もテスラの動向を一緒に追いながら、その未来を一緒に皆さんと見届けていくことができたらと思っております。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。5月3日からのゴールデンウィーク企画で、今テスラに何が起きているのかというところから、Q2 の展開予想、そして2025年後半に向けての予想動画っていうのを作ってみましたけれども、いかがだったでしょうか。大げさかもしれませんが、今本当に転換期を見ていると思います。
自動運転、そして人型ロボット、この2つの未来技術が生まれる瞬間だと思っていますので、引き続き楽しみながら情報を収集し、YouTube でお届けしていきたいと思います。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。